で9号マックスは恐ろしさのあまり今でも持ってないんですよ。居酒屋の下駄箱に鍵がついたのは9号マックスのせいだって言われてるんですよね。なんかちょっと驚きですよね。これが私のコレクションです。全部ナイキを飾ってるんですけれども、約600足見るっていうよりは履くので下駄箱っていうことと同じコンセプトですね。私はデッカーズジャパンの高見と申します。アグのセールスチームに所属しています。その前はナイキジャパンで10年間アパレルの営業をやって、でその後15年間裏原宿の営業を行ってました。もともとは中古で購入したんですけれども、壁が仕切られてまして、左右対称のビジネスホテルみたいな部屋になってまして、このドアが約2メートルなので、これを見ていただくと4メートルっていうような高さになってます。その建築家の方も結構靴に詳しい方で、靴の箱を並べてどれぐらいのサイズだっていうものをすごく研究していただいて、端っこがナイキ SB で、この一帯が ACG と、実験的なことをやってた時があるので、実験にまつわるシューズ、レトロランニングと、そのハイブリッドになったちょっと現代版、ブレザー、ダンク、フォースワンとその他バスケットシューズ、ジョーダンっていう風な配置になってます。私が10年間アパレルセールスやってたっていうことで VMD 研修グローバルのものとかも頻繁に受けてて、例えば年代順に並べるとか、薄い色から濃い色に並べていくとか、低いものから高いカットにしていくとか、それを左から右にやっていくっていうルールがありまして、左から右っていうのは数種の形なんですけれども、そのようなルールに基づいて配置をしています。一番量を持っているのはリフトですね。ケニアのランニングチームと契約しましたっていうような靴なんですね。コンセプトが結構好きで、92年にバルセロナオリンピックがありまして、で長距離の強いとこっていうのはケニアですと言ったら、ケニアの選手たちはみんな裸足で走ってますと。でちょうど日本に旅行に来た時に工事現場で直旅を履いてる方たちがいて、であれは何だっつって、あれはなんか日本の作業靴だと言ったら、あれが一番裸足に近いんじゃないかっていうので出てきたのがこのリフトなんですよね。家族のものなんですけれども、9号マックスがやっぱりすごい有名な靴なんですけれども、売れたのは実は96年翌年なんですね。で私当時はナイキショップの担当をしてまして、お客様はオープン前1ヶ月前ぐらいから並んでるんですよ。お店の人が9号マックス履いてるとかっていう話になったら、もうとんでもないことの乱闘騒ぎになるんで、9号マックスは恐ろしさのあまり今でも持ってないんですよ。居酒屋の下駄箱に鍵がついたのは9号マックスのせいだって言われてるんですよね。このまま入れとくとこのまま取られちゃうから、なんかちょっと驚きですよね。これにしようか。女性にブレザーを売っていこうっていうような、話をしてったんですけれども、これが初めて日本で女の子がスニーカー買うために並んだ靴ですね。もともとスニーカーを履いてる人たちが多くいる、とにかく女性のところに話しかけに行こうっていうので X ガールに行ったんですよ。でその X ガールが出した色と素材、季節感がスニーカーに入ってくるっていうのも良かったんでしょうね、きっと。これはトゥループっていう靴なんですけれども、これからはダンスが来るぞっていうことでダンス専門シューズを作ったんですね。女性にブレザーを売りたいっていうところと、女性はブレザー似合うっていうところから、デザイナーがブレザーからインスパイアを得て作りましたと。このあたりもちょっと動きやすいような素材に変えましたよっていう靴で、夏フェスっていうイメージで、3つの色を出したんですけど、これはレゲエのフェスで、もう1個はロック。かっこいいですよね。かっこいいんですよ。でも全然売れなかったんですよ。
運動靴、スポーツシューズみたいなのが飽きられてた時があって、アディダス by ステラ・マッカートニーが出てきまして、それがなんか飛ぶように売れましたと。自分たちもそういうのをやりたいみたいなので、ハイヒールにできないのかとかって言ってこんな風になっちゃったり、これはオボロブーツっていうもので誰も知らないんですよ。でさらにはなんかもうロングブーツですよみたいな、これはもう売れないので製品化もされなかったのか、日本の展開をやめたのか、ちょっとどっちか忘れましたけど、これがなんかポケットナイフっていう靴なんですけど、クライミングの時に丸まったポケットに入れるとか言うんですけど、そんなこと誰もしないんですけど、またこれポケットナイフなんですけども、待ち板も作るとかって言って、これシティナイフブーツってやつなんですけど、このローカットがあってまたくるっと回るっていうんですよ。全然好評を得てないのにシティナイフ2っていうのが出てきて、この頃はなんかあらゆる方向からいろんなコンセプトのものが出てきましたね。サンプルをスーツケースに入れて商談しに行くっていう、ジャパンに日の丸スーシュみたいなのにこういう靴を入れてこうやってって、あの人選手かな、違うよねっていう目で見られながら、この売れない靴をとぼとぼ運ぶっていう作業をしてました。打作とかがあったからこそいいものが生まれたのかな。出来損ないこそ可愛いじゃないですけど、苦労した自分たちの思い出が大事かなっていうふうに思って、この部屋の中にそれを収めてるっていう。このブレザーあたりからがバスケットの復刻版になるんですけれども、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドと手掛けた、デルタフォースっていう靴になります。東京でなんかいろんなものを流行らせようって言って、本当何が流行ってんのとかって言って知らない人に聞いてくるみたいな担当だったんですけれども、当時8人の若者がやってるラッパーたちがいるっていうことで、人数も多いしいいだろう若いしとか言って靴まで作っちゃうと。この CD のナイキの箱にしてしまって、ものすごい本国から怒られるっていうようなことをしていました。反響はすごかったですね。そんなのあんのっていう、誰もそういうことやってなかったので、そんなニトロが10周年だよっていうことでこういったものを作るんですけれども、こういったこともしてましたね。フォースワンの25周年だから君たちしかできないことをやってくれということで歌を作ってもらって、スペシャルフォースっていうでフォースワンのキャンペーンに登場してもらうっていうことをやって、これ彼ら全員のサインですね。今でもねニトロのライブとかで履いてくる人もいますね。あとは若い子が履いてて、どうしたのって言ったら、なんか親父にもらいましたっておおみたいなことはあって、よかったなって思う瞬間でしたね。ここはジョーダンの棚になってまして、で作った時にはジョーダンが少ししかなかったんでちょっと寂しい展開になってるんですけれども、私にとってすごい大切なものは、私が新入社員の時に担当してたお店が町田のウエストイーストっていうお店なんですが、アルバイトをしていた人がですね、ナイキジャパンに入りまして、その後に辞めてリーバイスサンフランシスコで働いてるんですね。自分のいたナイキと今いるリーバイスのコラボレートだっていうことで手がけたっていうことで、サンフランシスコからわざわざこれとあとジャケットと一緒に送ってきてくれて、もうすごい感動した一足ですね。これ一回そこのお店の忘年会をやるっていう時に入ってきましたでそのジャケットとこの靴と、なんとなくこういうノリのスカートを履いてて、何なんだこのデニム女はっていう感じになってました。日本で言えば結構なんか小さいものを集めるのが好きっていう方多いじゃないですか。ミニカーを集めてるみたいな、それにスニーカーって近いものがあるのかなと思ってて、同じ形でもいろんな空張りがあったりとか、少しの差でなんかちょっと落ちるところが違うっていうのが、落ちた落下点を探すのが面白いですね。この部屋なんですけどね、まだここに収まってる靴のいろんな需要があるので、なんかのイベントだったりとか、なんか資料的な本を作ったりとか、そういうことにすごく役に立ってるので、まずはそれをやっていこうかなっていうふうに思ってます。